テスラの自動運転ソフト FSD がまた大きく進化しました。今回のアップデートでは、ついにインフルエンサー限定から一般ユーザーへの配信が始まり、モデル S と X にも展開が広がっています。でも、本当に注目すべきは、機能が増えたことではありません。この FSD の V14 シリーズは、テスラが車の会社から AI 自動運転サービス企業へと変貌する、その分岐点を示していると僕は考えています。おはようございます。ケンです。今日はスウェーデンでの実証、AI サブスクの展開、そして投資家が FSD をどう見ているのか、今回はテスラの FSD 進化を技術、ビジネス、投資、この3つの視点から読み解いていきたいと思います。まず FSD V14.1.3。これまではインフルエンサーやテスターの間での限定配布でしたが、今回から一般ユーザーにも配信が始まりました。対応車種はモデル3と Y に加えて、ついにモデル S と X にも拡大。つまり、テスラのすべての主要モデルで最新の AI 運転体験が可能になったということです。少し話がずれますが、このモデル S と X はヨーロッパでも再販になるという情報がありました。これは日本での再販、これも期待したいなというところですけれども、ここでさらに重要になってくるのが、Take Over Immediately という警告が出た後、自動で復帰できるようになった点です。従来は視界が悪くなると運転を中断し、ドライバーに手動操作を求めていました。しかし今回からは天候や光の条件が改善すると FSD が自ら運転を再開する、この自律的に判断して再スタートするという挙動こそが人間のような判断を AI が行う大きな一歩です。そしてもう一つ、ユーザーから長年指摘されていた問題をテスラは静かに解決しました。それが前方カメラの自動洗浄機能です。FSD が機能を停止する主な原因の一つがカメラの汚れや曇りでした。特に雨の日や雪の日はレンズに水滴がつくだけで AI が視界が確保できないと判断し運転を停止してしまう。この小さな不満がユーザー体験を大きく損なっていたんです。しかし今回のアップデートでは強角カメラに小型ノズルを使った自動洗浄システムが実装され、AI が必要に応じてレンズを自動的にクリーニングします。見た目には地味な改良ですが、これは人間が手を出さなくても AI が自分で状況を整えるという完全自動運転への基礎となる進化です。さらに興味深いのが地域別の戦略。オーストラリアとニュージーランドでは FSD のサブスクリプション、つまり月額課金モデルがスタートしました。これまでは買い切りで数千ドルの支払いが必要でしたが、今はおよそ150ドル程度で利用できます。しかもエンハンストオートパイロットを持っているユーザーは半額ほど。これは FSD を体験サービスとして広げる戦略なんです。テスラは今 FSD をプロダクトではなくプラットフォームとして位置づけ始めています。ユーザーが一度購入して終わるのではなく、毎月支払いながら継続的にアップデートを享受する。つまり FSD を軸にサブスクリプション型の安定収益モデルを構築しようとしている。車を売るだけのビジネスから AI を貸すビジネスへ。これがテスラの新しい構造です。そしてスウェーデンでの動きにも注目です。先日もお伝えしましたが、本日もメディアで取り上げられていましたので、進展が少しずつあるんだと思います。現在テスラはカールスタッド市で行動テストの申請を行い、実証実験の準備を進めています。北欧の冬といえば、雪、氷、霧、自動運転にとって最も厳しい条件の一つです。これまで FSD は主にアメリカの比較的安定した道路環境で進化してきました。しかしヨーロッパの中でも特に気候変化が激しいスウェーデンでデータを集めるというのはテスラが次のフェーズ、つまりどんな環境でも機能する AI、これを目指しているということを意味しています。これに成功すれば FSD の信頼性は一気にグローバルレベルへ引き上がるでしょう。
北欧で動くなら東京でもロンドンでも動く。テスラの AI はいよいよどこでも走れる AI になろうとしているんです。ここで少し株式市場の視点に切り替えます。最近 BNP パリバのアナリストはテスラ株の評価軸が変わり始めていると指摘しました。これまでのように販売台数や利益率ではなくて自動運転、ロボタクシー、AI、これが中心になっていること。実際テスラの時価総額の大部分はまだ収益化していない領域、つまり FSD やロボティクスの期待値で構成されています。一方でウェドブッシュ証券のアナリストであるダン・アイブスさんは依然として強気です。彼はテスラの AI、ロボティクス事業が1兆ドルの価値を生み出す可能性があると分析しています。つまり市場は二分されているんです。テスラはまだまだ実験段階だと見る保守派と AI プラットフォームとしての未来にかけるという強気派。この対立構造こそ今のテスラ株を読み解く上で重要なポイントです。僕の見方はその中間にあります。確かにまだロボタクシーは商業化していませんし、ヒューマノイドロボットオプティマスも収益にはなっていません。けれど技術的進化とビジネスモデルの転換が同時に進んでいる点は他社と決定的に違う。例えば他の自動車メーカーが販売台数の拡大を目指しているのに対してテスラは FSD の普及によって1台あたりのライフタイム収益、これを増やそうとしています。それがサブスクによる継続課金です。そして FSD が改善されるほどこのモデルの魅力が増す。ユーザーは一度 FSD を使い始めたらもう元には戻れない。それがテスラにとって最強のリテンション効果になってくるんです。さらにヨーロッパでの実証は技術面だけではなく規制との交渉も意味しています。スウェーデンは EU の中でも交通安全基準が厳しい国です。ここで FSD が承認されれば他の EU 諸国でも導入が進みやすくなる。つまりテスラにとってスウェーデンっていうのは EU 市場の突破口なんです。そしてスウェーデンっていうのが最難関のところでもあるので、まずはいきなり難しいところで合格させていく。そしてそこさえ取ってしまえれば他は一気に普及するんじゃないかということをテスラは戦略としてやっているんじゃないかと思います。これはソフトウェア収益を世界規模に拡張するための戦略的ステップです。一見地味なニュースですけれども、長期投資家にとっては非常に大きな意味を持ちます。ここまでの流れを整理すると、今回の FSD の V14 の進化は3つの柱で説明できます。1つ目は AI の自律性が向上したこと、テイクオーバー後の自動復帰、カメラ洗浄など AI が自分で判断して動ける領域が広がった。2つ目は収益構造の変化、サブスクリプションモデルを導入し、車を売って終わりではなくって、継続的な収益を得る方向へ。そして3つ目は国際展開の変化。スウェーデンでの実証によってテスラは北米中心の AI 企業からグローバルなモビリティ AI 企業へとシフトしつつある。ここで一つ問いかけをしてみたいと思います。もしテスラが完全自動運転を商用化し、世界各国でロボタクシーが稼働し始めたら何が起きるでしょうか。それは単なる移動の変化ではありません。都市設計、エネルギーの使い方、人々のライフスタイルそのものが変わります。車を所有する懸念が薄れ、移動サービスとして利用する社会になる。そこにテスラの AI が加わるということは、世界の交通インフラそのものがテスラのネットワーク上で動く未来を意味しています。株価の面でもテスラの評価は大きく変わっていくでしょう。販売台数を追う企業ではなく AI サービス収益を生む企業として再評価される。FSD のサブスクが広がれば毎月の安定収益が積み上がり、キャッシュフローは一段と強固になります。まさに Apple が iPhone から Apple Store に移行した時と同じような構造転換と言えます。最後にではまとめていきます。FSD の V14 の進化はテスラにとって単なる技術のアップデートではありません。それは完全自動運転の商用化と AI 収益化という次の10年の柱を形にする第一歩なんです。スウェーデンでのテストが進み、世界各地でサブスク展開が拡大すれば、テスラはハードウェア企業から AI サービス企業へ、そしてその先に待っているのはロボタクシーとヒューマノイドロボットが収益の中心となる未来です。あなたはこのテスラの戦略どう思いますか？テスラはこのまま AI と自動運転で第2の革命を起こすのでしょうか？それともまだ
夢の途中なのでしょうか。僕は FSD の V14 のこの進化こそテスラが未来社会をリードするための静かな革命だと思っています。さて本日はテスラの Q3 の決算発表がありますが、どのようなことが語られるのか、また明日の YouTube で整理したいと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は少し下げて現在 438.97 ドルとなっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。昨日は人生初のユーザー車検なるものをしてきました。これは自分で車検をやるというやつで、なんと総額費用が 19,950 円です。これまでだいたい車検僕はですね、15万から20万ぐらいを払っていたので、これに比べると大幅安です。こちら動画も撮りましたので、また整理して YouTube でお話をしたいと思います。テスラオーナーの皆さん、ぜひね、ユーザー車検チャレンジされてみてください。テスラは結構ね、簡単だと思います。一番のポイントは後軸の調整なんですけれども、後軸を調整してくれる場所があると思います。僕は福岡の運輸局でやったんですけれども、すぐ近くのバイク屋さんで後軸の調整をしてくれました。そしてそのお店の人に聞いたんですけれども、今までここで後軸の調整をしてダメだったから戻ってきたっていうのは今までないというふうに言われていました。そしてテスラに関しては後軸の調整はコントロールパネルからできます。僕もやり方全く知らなかったんですけれども、もうお店の人はバイク屋さんなんですが、テスラの扱いに慣れていて、ちゃっとね、後軸の調整をしてくれました。なので、運輸局の近くに後軸を調整してくれるお店っていうのがきっとね、どこでもあるんじゃないかなと思いますので、チャレンジする方は、まずは後軸を調整して、可能だったら僕はですね、今回、テスラの認定サービス工場で一連点検をして、そこでこれからユーザー車検に行きますというのを伝えて、きちんとチェックしてもらって、後軸チェックをして本番に挑みました。初めてですごいドキドキしましたけれども、何も問題なく無事通過することができまして、費用も 19,950 円ということだったので、これはテスラオーナーの皆さん、自分でやるしかないと思いませんか？またこちらに関してはね、YouTube 作りますので、ぜひそちらご覧になられてみてください。もしユーザー車検とかで気になる点があれば、それも教えてください。それも動画の中に入れていこうと思いますので、ぜひね、コメントでどういった点が気になるのかっていうのがあれば、教えていただければと思います。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。